こんにちは、ロック204チャンネルです。今回の動画では、マイクロビットで電気角度計を作るパートに OLED を追加をお送りします。動画の内容は前回作成した電気角度計に OLED を追加したので紹介します。使用した機器は、マイクロビット、可変抵抗器、タクトスイッチ、ゴニオメーター角度計、ブレードボード、エッジコネクター、OLED は SSD1306 となります。また開発環境はメイクコードの Python を使用し、拡張機能として OLED13864_INI を追加しました。こちらにマイクロビットとタクトスイッチ、可変抵抗との接続図を示しています。またマイクロビットとの接続には、エッジコネクターとブレードボードを使用しました。追加した SSD1306 の SDA 端子はマイクロビットのポート20に、SCL 端子はポート19に接続しました。それではプログラムコードについて説明していきます。今回のプログラム開発環境はメイクコードの Python 言語を使用しました。ブロックプログラムは大きくなると可読性が低下しますので、記述型の言語を使用することにしました。最初に実行するコードはこちらのプログラムとなります。41行目のコードで OLED を初期化し使用可能とします。そして42行の小アンダーラインストリングで0行0列にプロロム3と表示します。その後の1とあるのは通常表示を意味します。0と設定した場合は反転表示となります。この表示を1秒表示し、次に変数を初期化します。BF は使い捨てのバッファーとします。DEC アンダーライン180は180度の位置で取得されたアナログ値を入れる変数です。同様に DIG アンダーライン0は0度の位置のアナログ値を入れます。MG アンダーライン DG はアナログ値を角度に変換した値を入れます。これが角度の測定値となります。48行目のモードは測定の過程を記録するために使用しています。999は準備状態、1は測定中、0は停止の状態を記録します。また接続したタクトスイッチはポート1に接続しています。このスイッチの入力状態を安定させるために49行目でプルダウンに設定しています。これらの設定が終わると関数使用機化を呼び出します。ここでキャリブレーションを行います。こちらがキャリブレーションのコードになります。最初に OLED の画面をクリアし、0行0列にスタートキャルと表示し、1行目に Move to 0と表示します。そして音を鳴らした後タクトスイッチが押されるまで21行22行で待ちます。タクトスイッチが押されると変数で DEC アンダーライン0に可変抵抗の電圧を取得します。キャリブレーションの続きとなります。次に24行で Move to 180と表示し角度計を180度に持ってくるように促します。音を鳴らした後タクトスイッチが押されるまで待ちます。タクトスイッチが押されると180度の位置のアナログ値を取得します。これを DEC アンダーライン180に入れます。そしてモードを0として測定停止状態にします。マイクロビットに表示するアイコンはチェックマークとします。そして OLED にエンドキャルと表示し1秒待ち画面をクリアします。37行38行でメジャーメントレディ次の行にスタート A と表示し A ボタンを押すよう促します。こちらは A ボタンと B ボタンの設定を示しています。A ボタンが押されると3から8行のコードが実行されます。まずモードを1として測定開始とします。そして OLED の画面をクリアし、スタートメジャーの文字を表示します。A プラス B ボタンでは数使用機化を呼び出しキャリブレーションを行います。これはキャリブレーションをやり直したい時に行う操作とします。こちらに測定ルーチンを示します。On アンダーライン Forever 関数の中に測定プログラムを書いていきます。モードが1の場合に測定を行います。マイクロビットにハートマークを表示し、測定が可能であることを示します。そしてタクトスイッチが押されるまで待ちます。この間、角度計を測定したい角度に合わせてタクトスイッチを押します。そして61行で変数 BF にアナログ値を取得します。
取得したアナログ値は、s.map 関数でアナログ値を角度に変換します。これを m_dec に代入します。その後、音を鳴らして角度を四捨五入し bf に代入します。そして変数ストリング_bf に bf と文字列、dec を結合し代入します。次に画面をクリアし、この文字列を0行目に表示します。70行目には、メジャー A の文字列を表示し、次の測定は A ボタンを押すようにすることを促します。そしてモードを0とし測定停止状態とします。以上がプログラムとなります。それでは測定をやってみましょう。まずリセットして、そして0度のところのキャリブレーションをそして180度に持ってきます。これでキャリブレーションが終わりました。そしたら A ボタンでスタートで測定を角度を設定して A ボタンのタクトスイッチを押します。これで測定が今できました。38度です。もう一回測定するときは A ボタンを押してタクトスイッチを押します。これで89度測定が終わりました。今回は可変抵抗器を使用した電気角度計に OLED で E を接続しより操作性の良いものに改良したので紹介しました。また開発言語をブロックコードとより Python に変更することによりプログラムの可読性を向上させることができました。次回はデータロギングにも対応したバージョンを考えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。